皆様、本日はこちらのピーマン、こちらを使って無限クリスピーピーマン作っていきたいと思います。美味しいよ。しかも簡単にね。そう。今回はね、揚げるんだけど、揚げ焼きみたいな感じにしようと思ってるんで、油の量もちょっと少なめでやろうかなと思っています。じゃあやっていきます。で、ピーマンは、今回は輪切りにするんだけど、もしやりづらいよって方は、一応短冊とかでちょっとスティック状にしても別に大丈夫です。よいしょ。で、ちょっと、今回揚げ焼きで油の量が少ないから、あんまり分厚くしすぎちゃうと、揚げづらいので、これくらいかな。で、中のこれは取ってあげてね。種とかの。上取った後、まずくり抜いてからの方が楽でした。ので、一回最初上だけピッと落としたら、種と綿は取った方がいいかもしれないですね。これはあと半分ぐらいでいいか。OK。こんな感じでちょっとピーマンを輪切りにしていきます。じゃあこんな感じでピーマンだけカットしたら、もう終わり。包丁を使う作業は。じゃあ次衣作っていきます。ではちょっとね、衣をつける前に一回ちょっとまず、このピーマンに軽く衣が剥がれづらくなるように、ちょっと片栗粉をまぶしたいと思うので、もうこういうの袋に入れちゃって、で、ピーマンを袋に入れたら片栗粉を大さじ1杯ぐらい。はい。で、袋をシェイクして、片栗粉をまぶしときます。ピーマンに。はい。で、片栗粉をまぶしたら、改めてじゃあ衣作っていきます。ではまずボウルに卵1個。に、マヨ。こちら大さじ1杯。はい、マヨ。で、ここにガーリックパウダー。これ小さじ1杯入れます。これ美味しいからね、ここら辺が入るとね、やみつき度が高まります。で、ここに今回はソーミシャンタン入れようかなと思ってるんだけど、この部分をコンソメとか、あと、ウェイパーとかでも大丈夫だよ。そこら辺はね、お任せです。ちょっとこういうね、しっかりと味がついたものを入れると、衣にしっかり味がついて美味しくなります。ピーマンとかね、特に下味がなくても。はい。で、ちょっとこれ味が濃いめなんで、ちょっと小さじ1/2ぐらいにしときます。で、一旦ちょっとこれで一回混ぜた後に、お水。今回は炭酸水を使おうと思ってるんだけど、ちょっとだけ軽くこれで混ぜて、じゃあここに炭酸水。ウィルキンソン。こちら70入れます。じゃあ炭酸水を 70cc 入れます。で、これでちょっと混ぜて、で、この時に上に泡がね、結構気泡が立つと思うんだけど、これをね、取ってあげると、焦げ付きとか、ここら辺が焦げちゃうみたいなんですよ。で、もしここに大きめにね、泡が立っちゃったら、それは取り除いてほしいんですよね。ザルというか、穴開きお玉みたいなのでね。ただ今回は全然泡立たなかったんで、大丈夫かな。そしたらここにちょっとね、氷を2個ぐらい、小さめでいいので、氷をちょっと2、3個入れて、しっかりと衣を冷やします。そしたらここに小麦粉と片栗粉をそれぞれすり切りで大さじ3杯ずつ入れます。はい。1、2、3。やっぱね、片栗粉入った方がサクッとするんで。はい。すり切りで大さじ3。そしたらこちら混ぜるんだけど、ダマがなくなりきらないというかさ、ちょっとダマが残るぐらいで大丈夫なんで、もうざっくりでいいです。はい、もうこんなもんでいいかな。わかるかな。結構まだ衣というか粉っぽいのが残ってるんだけど、これくらいで大丈夫です。この方がさっくり仕上がるんで。これで衣は完成。結構ドロッとしてる方が剥がれづらいんでね、衣が。じゃあ揚げていきます。じゃあ今回はこういうフライパンにね、揚げ焼きだけど、ちょっと気持ち油は多めでいくんだけど、いつも使ってるののほんと1/2ぐらいの量でいけるので、油の温度はこの菜箸を入れた時に気泡が立つぐらいなんだけど、まだちょっと弱いかな。でもこんな感じで、わかるかな。気泡がやっと箸の先から出始めましたね。いい感じかな。はい。先ほどのこの片栗をまぶしたピーマンに衣をまとわせます。ちょっと手で見づらいと思うんだけど、こんなもんでいいかな。ちょっとできればたっぷりめについた方がいいんだけど。はい、じゃあいきます。ちょっと今お試しで1個入れたんだけど、もうちょっと油の温度欲しかったですね。で、油の温度は入れたらこれくらいの泡立ちになる。泡立ちというかね、
これくらいになるぐらいの温度がぴったりなんで、ちょっと今ね、お試しで1個入れたんだけど、最初ちょっと温度が低かったんで、これくらいまで温度が上がればいいかな。で、ちょっと残りどんどん入れていこうかな。もう揚げ時間はまあ、だいたい1分ちょい超えるぐらいを基準でいいんだけど、もう色で判断しちゃって大丈夫です。で、最初はちょっとあんまり触らないようにして、衣が落ち着くまで、その後ひっくり返すんだけど、今ちょっと最初のお試しにやったやつがちょうどいいぐらいになったかなぐらいですね。もう衣が落ち着いてるんで、そしたら、ひっくり返してあげて。いや、ほら、よくさ、一般的にあるオニオンリングのちょっと黄金色じゃないですけどさ、きつね色に上がってる色があるじゃないですか。まあ、あれにギリギリならないぐらいで揚げとけば、あとは余熱でちょっと色がつくんで、追加でね。で、ちょっと今ね、味見した感じ、もうちょっと衣にしっかり味付けようと思ったんで、そうみシャンタンもう小さじ1分の1追加しました。これでだから合計小さじ1杯分は入ってます。ただちょっと混ぜすぎないようにして。はい、じゃあこれで改めて。クリスピー感は最高でしたね。じゃあ揚げていきます。これぐらい温度上がってる方がいいね。いいかもね、もうさっとできるから。結構ね、火通しすぎちゃうと、ピーマンがね、柔らかくなっちゃうんですよ。ちょっとまだ、固めのね、ピーマンの食感も味わいたいってんで、できるだけもう火を一気に強火で、さっと揚げるって感じがいいかな。で、本当にこれね、できるだけもう揚げたらすぐ食べてほしい。はい、じゃあ揚げ色もこんな感じになったら、取り出しちゃいます。で、次揚げるときはね、ちゃんとこの揚げかすを取り除いて、どんどん揚げてください。じゃあ、こんな感じで、無限クリスピーピーマン完成。じゃあ、早めに実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。じゃあ、まずはね。乾杯。はい。はい。もう。いただきます。衣がうますぎる。それでほんのりこのねピーマンの苦味ね、嫌じゃない感じのこのほのかな、めっちゃうまい。ゴーヤチップスほど苦くないじゃん。うん。程よい、ほろ苦い感じ。あと、衣がしっかり味付いてるから、今何つけなくてもいいわ。めちゃくちゃうまい。うん。これあれだね、晩酌のお供とかに最高だね。最強だと思う。小さなお子さんもこれだったらピーマン絶対食べれます。めっちゃうまい。この特製衣がやばすぎる。うますぎ。で、今回もうしっかりこれで味がついてるんですけど、最初小さじ1/2っていうこうちゃん言ってくれてたと思うんだけど、そういう場合はマヨネーズとかケチャップとかそういうのつけても全然いいと思います。ただもうこれだけしっかりしたら何もいらないね。でさ、動画にちょっと映ってないんだけど、2回目揚げた時に、最初に片栗粉まぶしてるじゃん、ピーマンに。あれをめちゃくちゃしっかりつけた方が衣がよりしっかりついた。だから片栗粉をまぶす量は結構多めにしてもいいと思う。一番最初のね、袋に入れるときね、あれは大切なんだよね。あと本当に温度、気泡が出てる時よりももうちょっと揚げないとダメだね。もう終わった。で、これピーマン6個食べ終わった。少ない。うまい。
うますぎるね。秒殺だったね。ということで、本日はですね、特製の衣につけて焼くだけ、揚げ焼きですね、をするだけでできる、無限クリスピーピーマンをこうちゃんに作っていただいたんですけども、まあね、もう皆さんのね、方に届いてると思うんですけど、このサクサク感ね、このクリスピー感と、あと軽やかさね、これがめちゃくちゃ美味しいっていうのと、やっぱり、その下味はつけてないんだけど、衣にね、しっかり味がついてるので、もう何にもつけなくても、永遠に食べられるこの美味しさがね、すごく、ポイントになってると思うので、ぜひ真似していただけたらなと。で、今回、ピーマン作ってるんですけど、その余った衣で別にキノコ揚げてもいいし、そのまま玉ねぎ揚げてもいいし、どのね、野菜揚げても全部美味しく揚がると思うんで、ぜひね、そちらも試していただけたらなと思います。はい。はい、ということで、本日は以上になります。もう秒でなくなるうまさでしたね。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。